ショットガンは当たるようになってきたけど、まだまだ打ち負ける。対面時になかなか勝てるイメージが湧かない。そんな悩みをこの動画で払拭します。どうも、ケビンです。今回はショットガン講座の応用編ということで、主に対面時の打ち方について詳しくやっていこうと思います。マインド面とかではなくて、打ち方テクニックの解説になります。今回ご紹介する技を習得できれば、ショットガン対面での勝率が爆上がりするかと思いますので、ぜひね、最後まで見てください。そして、この動画が参考になったと思ったら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。では、行きましょう。はい。そしたらですね、早速やっていきたいと思うんですけども、今回もね、エイム練習マップで解説していきたいと思います。で、今回は、こちらのマップ、上にね、マップコード書いてます。7023-2300-7634。こちらのマップでやっていきたいと思います。で、今回は、ショットガン対面時の技をね、ご紹介しようと思います。で、ショットガン対面の技で、特に使用回数の多いであろうジャンプ打ちとスライディング打ち、こちらの2つをね、ご紹介していきたいと思います。で、基礎編でやったレレレ打ちなんですが、こちらと比較するとね、やっぱりキャラコンとかも入ってくるので、レベルがかなり上がってね、ちょっと難しくなっちゃうんですけども、覚えていただいて、使いこなせるようになればね、かなり強いので、勝率も上がると思いますので、ぜひね、頑張って覚えていただければと思います。で、こちらのマップの方で、打ったら入れるよっていうところを打って、この広い実践エリアにね、あります。で、このマップにした理由なんですが、今回ご紹介する技が結構キャラコンが入るので、スタミナを使うんですね。で、このエリアだとスタミナが消費されないので、動きやすいんですね、すごく。なので、このマップで解説したいと思います。今回の構成なんですが、まずはね、オートショットガン。今シーズンでいくと、ツインハンマーショットガン。このオートショットガン編と、あともう一個。このポンプショットガン。この2つの銃でね、それぞれ解説していくんですが、まず技としては、ジャンプ打ちとスライディング打ちになります。1個ずつね、紹介していきたいと思います。まずジャンプ打ちなんですが、前回の基礎編で、このジャンプ打ち、ただね、この目の前で、ジャンプしながら打つのは、あんまり強くないですよっていうことをお話ししました。で、解説したいジャンプ打ちっていうのは、ただ敵の目の前でこうやってね、ジャンプする。こうやって打つ方法ではなくて、ダッシュジャンプを使うジャンプ打ちになります。ダッシュジャンプ。これわかりますかね？これ。ダッシュしてのジャンプ。で、このダッシュしながらジャンプすると、手をバタバタさせるじゃないですか。でこの状態だと、空中で銃は出せないので、必ずダッシュしてジャンプした後に、前方のボタン、コントローラーのスティックだと、スティックをおそらく前に倒してると思うんですが、それを離してください。そうすると、空中でこう銃を構えられます。こんな感じで。ダッシュしてジャンプして銃を構える。ダッシュしてジャンプして銃を構える。そう。まずはこれ。ダッシュしてジャンプ、銃を構える。ダッシュしてジャンプ、銃を構える。これをまずやってください。ダッシュしてジャンプして銃を構える。ダッシュしてジャンプして銃を構える。これで、まずは一発当てられるように。ダッシュジャンプ打ち。これ。ダッシュジャンプ打ち。普通のジャンプはこうやって打つんだけど、ダッシュジャンプ打ちは、ダッシュしてジャンプ。ダッシュしてジャンプ。で、これを、敵を画面の中央に捉え続けながらやることで当てることができます。ダッシュジャンプ打ち。で、ダッシュが入ることで大きく動くので、普通にこうやってジャンプするよりかは当てられにくくなります。で、これをさらにやると、もう一個ね、次はジャンプ打ちなんだけど、ジャンプ背面打ちですね。で、背面打ちっていうのは敵の背後に回り込んで背面を打ちます。さっきからね、この、ブルータス君を打ってますが、このブルータス君の後ろ、こう敵の頭上を飛び越えて後ろ、敵の頭上を飛び越えて後ろ、こんな感じ。ジャンプ背面打ち。これね、難しいんですけど、こう空中でくるっと真後ろを向いて敵にエイムを合わせる。で、難易度としては結構高いんですけど、これね、めちゃめちゃ強いんですよ。なんでかっつったら、敵はね、これやられると、完全にね、こちらを見失うんですよ。これ。ほぼほぼ。これやられちゃうと、僕でも見失います。やられた側はね。やる側は別にいいんですけど、やられた方はね、もうたまったもんじゃないですよ、これやられると。あれ敵どこ行ったってなるんで。ジャンプするときは、まずね、敵の横に左右に大きく、レレレの改良版みたいな。左右にジャンプ打ちして、
被弾を防ぎながら当てる。もしくは、こう背面に回って、ジャンプ背面打ち。この2つを用いたジャンプ打ちっていうのを、ぜひね、覚えていただければと思います。ジャンプ打ち。常に敵にエイムを合わせておく。常に敵にエイムを合わせる。こうジャンプ打ち。で、こっからさらに、近距離戦として、こう、敵を飛び越してね、背面から撃つっていう、ジャンプ背面打ち。ちょっとこれ難しいですけど、頑張って練習してください。で、次なんですけど、まだオート編ですよ。オートショットガン編です。まだ。ポンプはこの後やりますんでね。で、次は、スライディング打ちになります。スライディング打ちは、ダッシュしてしゃがみを入れることでスライディングになります。で、最初は、このスライディングあまり慣れてない方は、まずこのスライディングの練習。でスライディングをしながら、エイムを、レティクルを敵に合わせる。こんな感じ。スライディングしながら、レティクルを敵に合わせる練習。で、これがある程度できてきたら、もう、実際打ちましょう、こうやって。スライディングしちゃった。こんな感じで。で、このスライディング打ちなんですけど、一方向にね、ずっとこうやってると、結構当てられやすいので、できればこう左右にね、実際はスタミナがあるんでこんな連続でできないですが、できればね、こう左右に、こう、ちょっとかなり難しいんですけど、ちょっと今回はね、応用編ということなんで、なるべく同じ方向に、ずっとスライディングし続けない。一発当てたら、すぐ反対方向に舵を切るイメージ。当てたらすぐ舵を切って、もう一発。もう一発。もう一発。こんな感じ。もう一回やりますね。一発当てたらすぐ舵を切って反対方向にスライディング。こんな感じで。このスライディングもね、そこそこ速度が速いので、敵もね、なかなかエイムを合わせられにくいので、これも習得してみてください。はい。で、次、オート編の最後。今度はジャンプスライディング打ちです。これが一番よく使うかな。ジャンプした後にスライディング。ジャンプ打ちの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 後にスライディング。ジャンプ中に1回、スライディング中に1回って感じですね。そう。で、これは連続でできます。ジャンプ、スライディング、ジャンプ、スライディング、ジャンプ、スライディング。ジャンプ、スライディング、ジャンプ、スライディング。で、これもさっきと同じように、同じ一方向にこうぐるぐる回るっていうよりかは、一回ジャンプスライディングを打ったら、今度反対方向にまた、右に行ったら今度左に行く。イメージ。右回りしたら今度逆回り。右回りしたら今度逆回り。右回りしたら今度逆回り。はい。で、もう一つは、こう、後ろにスライディングしながら、ジャンプスライディング打ち。こうやって相手を通り過ぎちゃうこともあるんですよ。スライディングとかやってると。そしたらこうやって。でこれをね、習得すると、もうどの角度からでもね、ジャンプスライディング打ちできるようになるんですよ。そう。ジャンプ中に1回、スライディング中に1回、ジャンプ中に1回、スライディング中に1回。これオートショットガンで今やってるので、なるべく早く練習しましょう。せっかく早く練習できるので、こんな感じで。これ背面打ちの後でも有効ですね。敵の背面打ちの後をね。こんな感じで。
今の4パターンかな。ダッシュジャンプ、背面打ち、スライディング打ち、ジャンプスライディング打ち。この4種類が、大体のその対面時のショットガン技のレパートリーですね。僕はもうほとんどこの4つかな。使うとしたら。でちょっとポンプ編に行く前に、ポンプ編って言っても同じなんですけど、ちょっとね、この高低差を利用した、ジャンプ打ちっていうのもね、ちょっと紹介したいんですけども、例えば、ここに今敵がいるじゃないですか。で、自分が下にいる場合、これジャンプして撃つ。敵が見えないけど、ジャンプしたら敵が見える状態。この状態で結構強くて、向こうからはこっちが見えないんですよ。でこっちはジャンプしたら一瞬見える。こっちのジャンプしたタイミングで見えるんで、こうやって、ジャンプしたら一瞬見えるから、ここで当てる。で、向こうからしたら、いきなり下からヒュッと出てきた敵に対して、瞬時にエイム合わせて撃つっていうのは多分難しいので、こっちが下にいるけど、こっちの方に分があるんですよ。で、ここで変に上に登っちゃうと撃たれちゃうので、ここはあえてね、下にいる状態で上の敵を撃つっていう、こういう高低差を利用したジャンプ打ちっていうのもあるので、これはちょっと覚えておいてください。じゃあ次にね、ポンプ編いきます。で、ポンプショットガンなんですが、ポンプショットガンは、連射があまりできないんですね。なので、基本的には連射武器を組み合わせたコンボ技になります。で、今回は、多分一番使ってる人が多いだろう。デッドアイアサルト。これを使います。で、さっきのオートと一緒ですね。まずはダッシュジャンプ。ダッシュジャンプ。はい。ダッシュジャンプ。これが基本ですね。ダッシュジャンプ。で、背面打ちもそう。背面打ちも。背面打ちね。で、連射武器とね、合わせて使っていきたいんですけど、まずジャンプしない場合、これ、ショットガンとアサルトを組み合わせる場合の基本なんですが、ポンプを一発撃った後にアサルトにすぐ切り替えて、ここでレレレ打ちをします。もう一回やりますね。一発撃ってでレレレ打ちしてもう一発。このコンボですね。一発レレレポン。一発レレレポン。ポンポポポンポン。ポンポポポンポン。ポンポポポンポン。そう、これなんかね、変なリズム、自分なりのね、リズムをつかむとね、やりやすいです。僕の場合は、ポンポポポンポンなんですけど、ポンポポポンポン。ポンポポポンポン。アサルトも、パパパン、パパパン。3発ですね。ジャンプしないで、ポンプで近距離するとき、近距離対面するときは、ポンプ、アサルト、ポン。ポンプ、アサルト、ポン。これをね、ジャンプ打ちでやると、ポン、ポポポン、ポン。ポン、ポポポン、ポン。ポン、ポポポン、ポン。最初ジャンプ打ちからのアサルトのレレレで、もう一回ショットガン。ポン、ポポポン、ポン。で、この時のレレレは、アサルト3発しか撃たないので、そこまでね、動かなくても、大丈夫っちゃ大丈夫です。ポン、ポポン、ポン。レレレというよりも、数歩動く程度ですね。ポン、ポポポン、ポン。ポン、ポポポン、ポン。背面打ちの時もそう。ポン、ポポポン、ポン。ポン、ポポポン、ポン。ポン、ポポポン、ポンって何回言った？はい。そしたらね、次はスライディング打ちになります。で、スライディング打ちの場合も、普通にスライディングだけだったらこう、なんだけど、こうね。スライディングしてる間に、ポンプのこうカシャンっていうリロードが終わるので、一応撃てる。連射武器なくてもね、一応いけるっちゃいけるんですけど、ここでアサルトを入れた方が、安定しますね。ポン、ポポポン、ポン。ポン、ポポポン、ポン。で、アサルト撃つときは、腰打ちですね。腰打ち。ADS 打ちじゃなくて、腰打ちです。もう一回いきます。ポン、ポポポン、ポン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 。はい。で、これがある程度、できてきたら、次はですね、
さっきオートでもやったジャンプスライディング打ちですね。ポン、ポポポン、ポン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 。なんかポンポン言ってて疲れたな。ポン、ポポポン、ポン。もうポンじゃなくてもいいですね。でん、でででん、でんでもいいですね。バン、バババン、バンでもいいです。なんでもいいんですけど。バン、バババン、バン。ちょん、ちょちょちょん、ちょん。なんでもいいです。ポンがいいかな。やっぱポンが一番しっくりくるな。ポン、ポポポン、ポン。ポン、ポポポン、ポン。で、これで、例えばね、ポンプ2発目で仕留めきれなかった場合は、もう一回アサルト打ってください。ポポポン、ポン。外しましたってなったらもう一回アサルト打ってください。じゃあ、あえてちょっとポンプ外してみるか。パン、パパパン、パン、パパパン、パン、パパパン、パン、パパパン。これ何回でもまあ、できるっちゃできるんですよね。何回でもできないか。3回か4回ぐらい繰り返せます。うん。で、これ、一応、ジャンプスライディング打ちの場合は、アサルト、最初こう中止なんですけど、こうやってあまりでも離れたらね、ADS して狙ってもいいと思います、こうやって。うん。結構離れちゃうと、腰打ちもやっぱり命中率が悪くなるので、これぐらい離れたらもうこうやって ADS して打ってもいいと思います。こうやって離れたら。スライディングですね。こう、後ろ向きでのスライディング。これがやっぱりね、強いので、今回のね、応用編は、どっちかっていうと、キャラコンの練習がもうメインになるかもしれません。エイムっていうよりかは。キャラコンが何よりも重要ですね。難易度は高いですけど、覚えるとやっぱ強いので、動き的にね、被弾もしにくいし、攻撃力も高いので、はい、ということで、今回は、ショットガン講座の応用編ということで、対面時に使えるね、ジャンプ打ちとスライディング打ちご紹介してみました。どうでしたでしょうか？基礎編のね、レレレ打ちに比べたら、だいぶレベルが上がってしまってるかもしれませんが、覚えるとね、めちゃくちゃ強いので、ぜひね、練習してみてください。今回ご紹介した技は、被弾も防げるし、間髪入れずに攻撃をバンバン入れる方法になるので、もううまくいけば、ダメージを受けずに、火ダメゼロで打ち勝つこともできるんですね。なので、前回ご紹介したジャンプしない状態でのレレレ打ちっていうのを基本にしてもらって、そこからさらにね、ダッシュジャンプ打ちからのスライディングを組み合わせて練習していただければ、まずショットガンの対面は負けなくなるはずです。ほぼほぼ。極めればね。で、武器によっては、ダブポンとかっていう技もあるんですよ。ダブルポンプね。あとは、ショックウェーブで飛んだ後にね、ショットガンを当てたりだとか、もっともっといろんな技あるんですけども、まずはね、近距離の対面で、ショットガンで勝とうっていうテーマで今回、基礎編とね、応用編をやらせていただいたので、大きく分けてこの3つの技、レレレ打ちと、ジャンプ打ち、スライディング打ち、これをね、ぜひマスターしていただければと思います。ということで、動画を最後まで見ていただいてありがとうございました。少しでも参考になったと思ったら、高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。